おはようございます。本日は10月20日ですね。日曜日です。今日すごくね、空は晴れてるんですけども、風が強くて、なんか寒いですね。なんかポーチでね、コーヒーでも飲もうかなと思ったんですけど、ちょっと外寒くて、ついこの間までね、暑い暑い言ってたのに、本来10月、5月10月が一番好きな季節だっていう話を前にもしましたけど、もうなんか10月入ってもなんか暑い日があったり、でもう寒くな、もう夏から秋すっ飛ばして冬になっていってる感じですね。秋どこ行った？なんか今日は熊本の町の方の神社で飲みの市がやってるみたいで、ちょっと見に行きたいなと思ったんですけど、ちょっとなんか人がたくさんいるとこに行くのがちょっと億劫な気分だったので、今日はここで過ごします。そういえば相変わらずお酒はまだ飲んでないですね。20日間、20日目か今日で。もうなんかオートバイの音がしますね。今日天気がいいからたくさんツーリングの人たちが来てますね。メインチャンネルの今週の動画じゃなくてその先週の動画にちょっと音楽がうるさいっていうコメントがあったんですよ。で、なんかね、僕もね、自分でもなんかそう思ったんですよ。なんかちょっとうるさいなと思って曲が。なので今週の動画はね、ちょっと音楽控えめにしたんですよね。なんかね、音楽入れるのもね、一応その毎週の作業で淡々と作業をしてるんですけども、その中でも一応なんか起承転結みたいなのがあればいいなと思って動画を編集してるんですよ。なので曲をつけてるんですけども、確かにね、ちょっとあの惰性でつけてた部分もあったかもしれないなと思ってね、ちょっと音楽の付け方を意識してみました。うん、コメントしてくださった方ありがとうございます。それで、コメントといえば、タバコをやめられなくて困っているという方からコメントがありました。それで僕は今度の動画でそのことについてお話ししますねってコメント返信したんですけども、どうやってタバコをやめるか、僕の場合の話になっちゃうんですけども、一番重要だったのは無理をしないっていうことですね。僕はね、一応説明すると、二十歳からってことにしときますね。で、僕は20歳からタバコを吸い始めて、でね、42歳の時に辞めたんですよ。22年間紙巻きのタバコを毎日一箱
から1箱半ぐらい吸ってたんですけども、42歳の時に辞めて、その辞めたのがなぜかというと、タバコの値段がどんどん上がってきてたし、でなんか法律とか条例が変わって、タバコを吸う場所もどんどんなくなってきて、でそろそろやめようかなと思ってやめたんですけども、でもね、正確に言うと完全にやめたわけじゃないんですよ。今吸ってないだけなんですよ。ここがポイントで、もう俺はタバコを一生吸わないぞってなるときつくなっちゃうんですよね。とりあえず今吸ってないだけで、70歳になったら吸うかもしれないし、なんかね、そのくらいの気持ちなんですよ。でやめた時もちょっと一日吸うのよ。一日だけ今日は吸わないでおこうかなっていう日を決めて、で別にね、タバコとかライターを処分する必要もないんですよ。別にここにタバコがあってライターがあっても、今日はとりあえず吸わないくらいだったらなんとかいけそうじゃないですか。で今日はが無理にしても、午前中は吸わない、午後になったら吸おうとか、そのくらいでもいいんですよ。それをちょっとずつ伸ばしていく感じなんですけど、で1日ぐらいならなんとか我慢できる。じゃあ今度3日我慢してみよう。でね、結構3日から1週間ぐらいって一番きついんですよね。もうね、その時はね、もう頭の中がタバコのことでいっぱいになっちゃうんですよね。もうタバコ吸いたいっていうので、そこで大抵ね、3日から1週間ぐらいで挫折するパターンが多いんですけども、とりあえず1週間我慢したら吸っていいことにしようって決めるんですよ。今日日曜日から我慢して、来週の日曜日になったら吸ってもいいっていう風にするんですね。でなんとか1週間我慢しました。で日曜日になりましたとなると、せっかく1週間我慢できたんだから、ちょっともう1週間我慢してみようかなとかね、そういう気持ちになってくるんですよね。その今までの我慢がもったいないなって気持ちになったら、結構ね、そっからはね、いける確率が上がりますね。で1ヶ月になると、その1ヶ月我慢したのに1本吸ったら台無しだなっていう気持ちがもっと大きくなるんですよ。で1ヶ月が3ヶ月になって半年になってって、どんどんね、その我慢した期間がもったいない、台無しにしたくないっていう気持ちが勝ってくるんで、そうなると割とね、無理なくやめられるんですよね。そこまでなんか執着しなくなるというか、あのそう大事なこと、あのタバコをね、やめるのに無理してやめた人ってタバコが嫌いになっちゃうんですよね。なんか自分は散々それまで吸ってたくせに、やめた途端に敬遠家になる人っているでしょ。僕はね、それにはなりたくなかったんですよ。タバコをやめてもタバコを嫌いになりたくないし、タバコを吸ってる人を嫌いになりたくなかったんですけど、そういうふうにね、無理しないでタバコから距離を置けるようになると、タバコが嫌いにはならないんですよね。僕の場合ですけどね。僕はだからお酒飲みに行ったりご飯食べに行ったりして、一緒にいる人がタバコ吸っても全然僕は嫌じゃないんですよ。一生吸わないって決めるんじゃなく、今吸ってないだけくらいに僕はしていて、それがうまくいってます。僕の場合はパイプタバコ吸ってたでしょ。であれはその20歳から42歳まで紙巻きのタバコを吸っていて、それからね5年間ぐらいタバコを吸ってなかったんですよ。でなんかパイプタバコいいなと思って、それでまた吸い始めたんですよ。ただパイプタバコって
紙巻きのタバコほど手軽じゃないんですよね。パイプにタバコの葉っぱをほぐしていい感じに詰めて、で火をつけて、でその紙巻きのタバコと違って吸ってないと火消えちゃうんで、その火が消えないように火種をキープしながらふかすっていうのがあるんで、結構このタバコに集中しなきゃいけないんですよね。なんか運転しながらとか何かやりながらっていうわけにはいかないので、なのでパイプタバコだとなんかちゃんとタバコを吸う時間っていうのを設けて、ご飯食べた後とかなんかちょっと休憩する時とか、そういう感じなのでちょっと一連の儀式みたいなのがあるんですよね。でタバコ吸い終わったらちゃんと手入れをしないといけないし、だからね、それで僕はまたその5年辞めてたのにパイプタバコを吸い始めちゃったんですけども、そんなにね惰性で習慣で吸うことはなくなったんですよ、パイプタバコの場合。だからやめそのパイプタバコをやめる時も割とすぐやめられたんですよね。去年の11月にやめてもう1年ぐらい経つんですけど、それはねパイプタバコの葉っぱってなんかコンビニとかで買えないんですよね。自動販売機にもないし、割とね50キロ60キロ離れたタバコ屋さんまで買いに行かなきゃいけないので、それもあってやめるのは簡単だったんですけどね。でもパイプタバコは紙巻きをどうしてもやめられないから、パイプタバコにするっていうのは僕はありなんじゃないかなと思いますね。惰性で吸わなくなるんで。だけどタバコを吸ったという満足感はすごく得られるので、紙巻きタバコからパイプタバコに移行して、でパイプタバコをやめるっていうのは、ありかもしれないですね。ただなんかおすすめしないのは、本当にね、タバコなんて百害あって一理なしだから、もうタバコなんて捨てたらなんか病気になるとか、そういうネガティブな感情でタバコをやめるのはね、僕はあんまり良くないんじゃないかなと思うんですよね。それこそなんかその犬猿家に転身してしまうパターンが多いので、うん、タバコのことを嫌いにならずにタバコから距離が置けるといいですよね。まあそんな感じで今日はタバコをタバコを吸わない、最初からタバコを吸わない人にとっては何の役にも立たない話だったんですけども、まあちょっとは共感してくださる方も何人かはいるかもしれないですけど、いるかもしれないですね。まあそんな感じでやっていきます。ご視聴ありがとうございました。